といろんな春のね、春の可愛い草花がいっぱい咲いてきましたね。手でもいいんだけど、これね、見たことありますよね。可愛いですよね。今花盛りなんでちょっとかわいそうですけど、素手でね採取するのに、もしなんだろう、気になる方は手袋履いてもいいけど、まあね、ハサミで切らなくても昔草でほら手で摘んで遊んだりとかね、だからこう手でかわいい摘んで集めます。できるだけ長くね。ちょうど今ほらお花が咲いてるから見つけやすいですよね。このわかりやすいです、わかりやすい。できるだけほら採取の時の気をつけるのって人の土地じゃないかっていうことと犬とか猫たちが散歩コースじゃないか、それは気にされなかったらあれだけど、できるだけ自然に生えてるところがいいかなとは思いますけど、まあでもね、散歩コースでも悪くはないですよね。この時期はね、意外と根っこに近いとこだとすごくほらつながってるので、一回に結構ほらしっかり取れますし、太い結構。春先の七草の時期からだいぶ経ちましたもんね。なので慌てて取らず、ちょっとこう、成長した段階で取れるっていうのは、ほら長い、こんなに。これね、皆さん草だと思うじゃないですか。でも先週ほら長崎行ってきたでしょ。花壇にこう植わってたんですよ。いや本当にこう観光地の花壇に、出島ですけど、出島のね花壇、これで取り忘れかな。でもすごい綺麗にされてたから。植えたんですかね。植えたっていうか、残されたのかもしれませんけど、可愛かったですよ。こういうほら落ち葉っていうの、落ち葉を押し上げて、すごくないですか。春ですからね。春ですよね。力強いんですよね。こう弱々しく見えますけど。黒木さん、こんにちは。こんにちは。今日は何を教えてくれるんでしょうか。はい、今日はこちらです。見たことありますか。見たことあります。はい、春にねこんな感じで可愛くあちこち咲いてますけど、仏様がこう座ってらっしゃるこういうところにねっていう仏の座を使って今日は染めたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。だいぶ長めで取れました。でこれを、一回ざっと洗います。ざっとね、大体でいいので、特にこう根っこの近くは意外と雨が降った後にね泥がついて、大体でいいんですけど、でこれを適当にこうちぎって入れていきますね。花も可愛いですよね。香りがねしますよ。すごくいい香り。こうちょっと苦みがある香り。春の苦み。これほら蜜をね、この間お話ちょっと出ましたけど、子供の前ではあれですけど、
甘い、あ美味しい。これこの間教えたんですよね。これそう子供たちにね教えた途端にみんな止まらなくなっちゃって怒られないか心配ですけど、まあでもその時の体験ってほらずっと覚えてるじゃないですか。ね、楽しいですよね。だからね、何でも強烈なインパクトだったんで、ね。そうだから今日ほら仏の座で染めようかなと思ったのもこの葉っぱを使って絵の具作りをしたんですよ、この間保育園で。だからすごくいい色が出たのでちょっとやってみたいなと思って、はい、結構こう花がつく前ってあんまりちょっとこう見分けできないですけど、花がつくと分かりやすいですよね。花のついた段階で、探してもらってでね、すぐこう子どもたちもほら手で詰めるねぐらいとっても柔らかいので、ここがほら仏の座って座られてる感じがしません？これが仏の座の座かな、座これが仏さんかな。ほらこの紫が多分すごい高貴な色っていうのもあってか。ただまあ春の七草の仏の座ではない、春の七草のはまたね別の名前があるんですけど、これではないので、なんかこう春が来たなっていう感じを感じられますよね。こうやって改めて摘んで、またほらつぼみがとっても小さいの。可愛くないですか？ほら今から花になってね、つぼみがもっと上がってきて、この花の形もほらポコってこうなんていうのかな、傘をかぶった感じで、山野草でいう座禅草ってわかりますかね？座禅草ってあるんですけど、それもやっぱ仏様のね、形っていうかな、いでたちを表してっていうのとから来てるんだと思うんですけど、似てます、すごく形が。もう眺めてるだけでちょっと時間いっぱい経ってしまい、でも普段ほらこういうほら足元に咲いててもここで見ることってあんまないじゃないですか。でこう見てみるとすごいですよね。こう一つのところからいっぱい花を咲かせて可愛い顔が見えますので、ぜひねこうやって摘んだりして、もうどんな鍋でもいいですので、ほら草花ちっちゃくなりますので、よいしょで水入れます。お花一番上のほら仏の座の段、1段2段3段ってあるじゃないですか。だいたいほら3段なんですよ。3段草とも言うらしくって、で私もと思ってよく見たらだいたいほら3段、また可愛いしすごいなと思いますよね。でこれを水につけて今から火にかけます。お塩を入れます。ちょっと2つまみぐらい入れましょうか。野草って木とかと枝とかと違ってすごく柔らかいので、結構早い段階で色が出始めますので、できるだけね近くでよく見ながら、中火ぐらいでいいと思いますので。でもこうやってほら水に浸かってみるのも可愛いでしょう。お家でする場合ね、多分家のお鍋とかだと多分積んできたらいっぱいになると思うんですよ。これだとほら大きいから、だからお家でされる時はもうこうね、お散歩に行かれて積んできたのを染めてもいいかも。子供たちと行けば多分ガッて詰めますので、
まあでもね、大人のお散歩もいいじゃないですか。春をねこう散策して、桜とかね梅とか今から染めの季節に入るんですけど、梅咲いてますよ。ですよね。だけどほら、そういうのは採取取ると怒られるじゃないですかよそのはでもこの子たちはね怒られない逆にありがとうって言われるかもしれませんけど、そうね、本当春を感じますね。ね、なんか本当に緩んできましたね。ちょうどあさって3月の4日はわかりますか？3月の4日、3月の3日は知ってますけど。はい、3日は知ってますね。ひな祭り。はい。4日は？4日ぐらい、今年は多分何日だろう、大体まあ4日ぐらいが啓蟄っていう虫たちがこう地面からうごめいて、でこう顔を出すっていう日が、はい、なるので、そろそろ起きなさいよみたいな、っていう感じの時期になるので、その時期に合わせて草花たちもほらね、こういう蜜が出たりとか、いろいろ虫たちのそうだね、喜ぶようなことが出てくるんかなと思ったりも。さっき菜の花見てたら、ミツバチが来てました。じゃあちょっと早めにね、まあミツバチたちも眠ってたのかな、どうなんだろう。啓蟄はどっちかというとね、土の中から、起き出すっていうことはまあ言われてるみたいですけど、でもそうですよね、蜂たちも蝶とかも飛び回り始めましたね。沸騰するまでまず待っていただいて、でことこと沸騰しだしてからまず10分ぐらいで染液がどのぐらい出るかを見てもらって、だいたい20分ぐらいは沸騰したままこう煎じてもらう。煎じると染液もこうどんどん変わってきますので、まあ、様子見ながらですね。桜とか、この間枝何、アビは葉っぱですよね。葉っぱ厚かったから結構時間かかりましたよね、染液が出るまで。草花なんでね、本当に早いっていうか、枝に比べると早いんですけど、まず沸騰させて、で沸騰してから10分ぐらいちょっと様子見てみると染液が出だしたかなっていう時に、まああと10分延長してもいいですし、もう直感ででも今でももうじわーっと出てきてますので、沸騰する前からこう葉っぱがシャキッとなってるのがほらしなーっとなってくるでしょ。で沸騰しだしたらもっとこう茎もこうしなーってなりますので、そのあたりから染液が出だし始めますので、もうちょっとずつ変化をこう見ながら観察しながら、なんか覚えないですか、この匂い。なんか煮物の匂いねえおひたしとか煮物の匂いがねえしますよね。さっきのほら葉っぱの状態の香りは結構ね、子供たちはね、牛の匂いとかって言ってた。牧草の匂い。牧草？はい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 。でもそういえばそんなに。でも子供たち町の子だったんですけど、牧草の匂い知ってるのかなと思って牛の匂いって言うから、牛の匂い知ってるんだと思ってね。で牛の匂い知ってるのって言ったら、いやーとかでも言うかもしれないけど、イメージが牛の匂いなのかもね、わかんないけど、まあでもね、嬉しいですよね。だんだん色が出始めて、はい、あとこれで様子見ましょうか。色がほら出始めましたよね。美味しそう、ほら美味しそうな、美味しそうですよね。色が出始めましたね。どうですか？
葉っぱもねほらこんな感じでしとーっとしてちょっと美味しそうですよね。あ、もうこれおひたしの香り。見た目もさ、ただその秋じゃない春の七草の仏の座はまた違う形も全然違うんですよ。違う、またね春の七草で調べてみられると、でもこれも本当に仏の座って呼ばれてますので、いろいろねこうなんか新しいことやったことないことって楽しいじゃないですか。今沸騰しだしてもう10分ぐらい経ちましたので、あとね5分10分ぐらいちょっと様子を見ながら今のうちに染めるものを準備したいと思います。今日もですねこのシルクガーゼのストールを染めたいと思いますので、こちらシルクですのでねタンパク処理はしてないです。ただねぬるま湯で浸水してから使いますので、できるだけね乾いたところがないように浸水します。こうなんかほうれん草とか葉物長く茹ですぎると葉っぱが溶けたような感じになってきますよね。でそのドロドロになる手前ぐらいのまだ形があるぐらいかな。で引き上げた方が染液が濁らないので、このぐらいで揚げていきますね。今日はほら簡単に、草花なのでお箸でこう揚げながら、よいしょ、網というかな、こういう、穴開きお玉みたいなのがあればこれでこうこしていきます。残っても大丈夫ですので、よいしょ、大体取ってあげて、でここに溜まってるのをこう戻して、入れますね。蛇腹にこうゆっくり沈めていきます。長いとねやりにくいかもしれないですけど、小さなねハンカチとかそんなのでもいいかもしれないですね。可愛く染まって、で入れました。で火をつけますね。今度はね小さい弱火で始めます。染めるものが入ったら優しくゆっくりじわーっとこう入れていきますので、もうとにかく何でもゆっくりはいゆっくりがよくこの間もねご質問あったけど、やっぱ綺麗に染まるコツって時間をかけること、ゆっくりで慌てない、草花が、成長がね本当にゆっくりここまで準備してきたように、この染めの段階でやっぱり急いでしまうともったいないのでね、小さい火で20分ほどゆらゆらしながらこう布をね火からできるだけ離れないように、ここで煎じます。
前回の動画で子供たちの話しましたよね。仏の座をお散歩コースに摘みに行って、でその時ちょっと蜜を吸ったりとかで、その摘んできた仏の座をすり鉢で吸って、でそれの絞り汁で絵を描いたんですよ。でその絵を描くのに定着するのにね、榊のアクを使ったんですけど、ものすごい綺麗な色に絵が仕上がって、でも子どもたちって絵を描くの早いじゃないですか。と時間があるとどんどん描いて、ほとんど仏の座の色の、全体がもう仏の座の絵の具で埋まっちゃう子が多かったんですよ。画用紙がもう全部仏の座の色。そう最初はいろいろこうリボンを描いたりとか、いろいろなんか自分の思うなんていうかな、お家を描いたりとかしてたんですけど、大体の子がどんどんやっぱり楽しくって埋まっちゃって、ほとんど仏の座の色になってるなーってこっちから見たらそんな感じの絵が多かったんですね。でそれを乾かして、で2回目その次に行った時に摘んだいろんな菜の花とかの押し花をデザインしていくんですよ、その仏の座の絵の上に。で、そこにクレヨンで自分でこうデザイン、なんていうかな、絵を描き足したりで、一つのアート作品っていうかな、作品を作るのに3週間かけたんです。でみんな似てるんですよ、もう色がいっぱいで。自分の絵だと思うものをね、撮ってきてくださいって言ってみんな言ったんですよ。そしたらほぼほぼみんな自分の絵をもうこれかなって言って撮ったのが、裏を見たらお名前が書いてあって、もうバッチリみんな自分の書いたのを覚えてるんですよ。なんかね、もう担任の先生ともう子どもたちのね、その感性がすごいなって感動してました。すごいなと思いましたね、本当に。でその後ね、まだ続きがあるんですけど、そこから絵を描き足して、で押し花をこうデザインして、仏の座の絵からいろんな草花と自分の絵がみんなで合作したような作品になったわけですよ。それをラミネートで一つの作品にするんですけどね、こういう一つに。でそれをみんなの前で発表しようかってなって、そしたらものすごい物語がそこに入ってるわけですよ。でそれを聞いて、もう一人一人違うんですけど面白くて、でそのストーリーというか物語をみんなの前で発表した後に、じゃあ今度どうするって言ったら、園長先生に見せに行くって言い出して、もうずらーっと並んで園長先生のところにこう、そしたらいろんな先生たちに出くわすでしょ。そしたら一人ずつの先生にもう見てもらって、でまた物語を説明してるわけですよ、子どもたちが。いやーもうね、すごい世界がもう常にこうね生まれてるなっていうのを、もう、そんな体験、仏の座の物語を、見せていただいて、1回の絵で終わってたら多分物語はもうちょっと短かったかもしれないんですけど、この3週間かけて押し花も仕上がるまでの時間もあるし、ね、この乾く時間もあるし、いろいろかけてたこの時間ってとっても大事なんじゃないかなと思って、多分1回で終わったら物語多分そんな、ね、この瞬間っていうか、それもそれでいいんですけど、なんかね、さらにこう冒険に行くような、ね、物語を聞くと、ああ時間かけてよかったって思いますよね。そしてね、一つ子どもたちは、ね、全然焦ってないんですよ。急いでないというか。で多分大人が急がしてるだけで、子どもの世界はいつもゆっくりしてて、散歩もそうですけど、だからそれをそのまま過ごせたら一番いいなっていうのを思いました。その子たちは実は
3月は卒園シーズン、卒園しちゃうので、卒園前に最後は今度はちゃんと染めをしますので、この仏の座の種を見つけた子がいて、花の後のむちゃくちゃちっちゃいんですよ本当に種がついてる種がついてるって言うから、どれかなと思って、あ、これかっていうのはね、本当にちっちゃいんですよよく見えたねって言いながら、はい、見えてる世界が違うのかもしれない。本当に、本当に、うん。じゃあここでコメントを紹介します。はい。ゆっちーさんってこの間コメントをくださった方ですね。ありがとうございます。ちょっと読みます。はい。日本茜の質問にお答えいただきありがとうございました。やっと染液ができました。はい。茜のね。すごい。はい、刺し子糸や綿の生地の前処理はどのようにするときれいに染まるのでしょうかっていうことです。はいはいはい。糸ですので、綿とか刺し子糸も多分綿かな、綿か、まあ、綿でしょうね、植物性の糸ですので、一応前処理としてタンパク質をつけないと染まりませんので、タンパク処理、前に動画でね、呉汁処理あれがありますので、まず大豆の呉汁もしくは豆乳を、漬け込んで、それを糸の中に、入れ込んでからでそれを、それから染めに入られるととても綺麗に染まると思います。はい。ぜひやってみられてください。黒木さんの、はい、内容をコメントでお返ししたら、はい、ありがとうございました。どの動画も素敵で、もっともっと草木染めが好きになりました。嬉しいです。ゆっくり丁寧に染めてみることにします、っていうことです。見ました。ぜひぜひ、はい。ありがたいですよね、こういうコメントね。嬉しいです。もうどんなことでもね、本当に小さなことでも、はい、コメントいただけると嬉しいです。はい、よろしくお願いします。こんな感じになりました。優しいね、春の色が入ってますね。でこうやってほら、いろいろ葉っぱのあれが入ってても全然気にせず大丈夫ですので、まずこれを引き上げます。はい、こんな感じですね。で今から焙煎液に入れます。榊のアクはね、若干やっぱこういうふうに黄色っぽくなってますよね。この間は椿のアクでしたよね。で今日は榊のアクですけど、アクの色がやっぱ若干黄色っぽいのはアルミナっていう成分の他に鉄分がちょっと入ってます。これをね、キャップに今日は1杯2杯ぐらいでいいかな。でこちらを入れます。熱かった。よいしょ。でよく揉み込んで全体に広げます。で今仏の座をほら染めました。で仏さんとこの榊はまあ神様のね、神社とかでお供えしますよね。どちらもなんか合わさってよりなんか神々しくないですか。神と仏の神と仏、そうな気がして今いや、ありがたいのかもしれない。ありがたいとなんか気がしますね。まさかここで仏の座と一緒ねコラボをするとは。喧嘩しないでしょ神様はね、仏様も。だから神仏集合っていうんですか、日本だけじゃないですか、こう一緒に融合して。そうですね。っていうことは両方お互いに尊重して、いい意味でね、
どちらも大事にしてきた文化って日本じゃないですかね。日本ならではですね。日本ならではですよね。だからどちらもありがたいです。ありがたいストールになってきます。今焙煎液につけました。をいっぱい揉み込んだ後、このまま20分ぐらいここに漬け込んで置いときます。そのままでいいですね。はい。今20分ぐらい、焙煎液につけました。で、今からこれを鍋に戻します。こんな感じ。優しい感じですね。これを鍋に戻します。で、火をつけますね。はい、じゃあ最後の仕上げもね、弱火で、小さな火で、はい、ゆっくり。で、これでゆらゆら布をね動かしながら20分定着させます。そしたら今、最後ね定着して20分経ちました。今からもう上げてすすいで仕上がりです。こんな感じで。よいしょ。でここでね火をちゃんと止めないと。一回ね。ですすぎます。この時にこういう小さな葉っぱとかもね取ってすすいでください。それで干します。はい、染め上がりました。いかがでしょう。なんかね、優しい春の感じがしますね。はい、こんな感じで。よいしょ。こんな感じで染め上がりました。仏の座の優しい感じが出ましたね。いかがでしょうか。春らしいですね。春らしいですね。ね、ぜひ皆さんもやってみてください。ありがとうございました。ありがとうございました。